一番好きな食べ物はカツカレーとか納豆ご飯とか、やっぱり日本にいる気持ちで、やっぱり家族で一緒にいるなんか安心の気持ちもあるので。中級ジャパンご覧の皆さん、五十嵐カノアです。10 Essentials. Let's get started. まず最初のアイテムはサーフボードです。99% どこ行っても海がある場所で、めんどくさいけど世界中間違いなく持ってってます。大会の時はやっぱり14枚ぐらい板いつも持ってってるので、1年に150本ぐらい作ってもらってるので、最初の日に折れちゃう時もあるし、3年ぐらいもしかしたらずっと生きていく板もあるし、でも大体アベレージでは1ヶ月ぐらいかな。板の長さと厚さとか幅とか、そのちょっとした1%、2% の違いがその大会の波のコンディションにもよって変わるので、トップのサーファーはそれを感じないといけない。続いてのアイテムはサングラス。もうどこ行っても、特にやっぱり海の周りは日差しも強いから、これは一応オークリーのフロッグスキンっていうモデルで、黒いサングラスで黒いレンズでシンプルクラシック。やっぱり黒のサングラスだと何の洋服でも合うし、やっぱり UV のプロテクションが大切で、やっぱり目を守ることもやっぱり体を守ることがすごい大切で、海に入る前にだいたい2時間ぐらい海を見て、海を勉強しないといけない感じで、その日のコンディションのこともそうだけど、潮も変わるし、やっぱり風も変わる時もいっぱいあるし、やっぱりその様子を見てどの板を使うかとか、コーチと一緒に作戦を作る時間って感じで、波のコンディションが難しい時は3時間ぐらいたまに見てる時もあるので。続いてのアイテムは日焼け止め、サンスクリーン。本当になるべく肌を守ることが大切で、大会の日と海の日は1日4回か5回ぐらいちゃんともう塗ってる感じで、日焼け止めはもうポケットに入れて、ちょっと時間経てばちょっと日焼け止めつけて、性能はあんまり落ちない方だけど、でも本当にやっぱりタオルとかでもやっぱり取れちゃう時もあるし、もうルーティンって感じで一日中ずっと塗ってる。みんなすごい使ってる方だけど、たまに忘れる選手とかもいるし、彼はじゃあ資生堂は絶対持ってる。みんな資生堂使いたいから、だからみんなとシェアって感じですぐなくなっちゃうけど資生堂の一番ありがたいことはリーフセーフなので、周りのコーラルリーフとかもすごい影響しないものがいっぱい入ってるので、使っててもそのリーフにもネガティブな影響はないっていうことはすごい自分でも安心して使えるので、それはやっぱりメインで一番大切なのかなって感じ。続いてのアイテムはゴールドチェーン、ネックレス。かっこいいからなんか欲しくて、カナはいつもそのチェーンを使ってるイメージをすごい作りたくて、14歳ぐらいに初めてゴールドチェーンを買って、試合の時も寝る時も絶対つけてます。最初に買ったチェーンは去年なくしちゃったんだけど、カリフォルニアの USA チャンピオンシップを優勝してナショナルチャンピオンになって、その時に買って自分のなんかプレゼントって感じで、ジムトレーニングしてる時もそれを見て、あの時買ったのすごい気持ちだった、もっと欲しいもっと欲しいって自分でも思って、それがなんかリマインダーだったのかなって感じで、この次のチェーンは東京のオリンピックに決まった時に買って、それはこれなんですか、もう何年前ぐらいか、6年前ぐらいか5年前ぐらい。この一番最近買ったチェーン、去年買ったのかな。オリンピックメダル取って、またそういう世界チャンピオンになれば、オリンピックの金メダル取ればまたもっと買ってって感じ。次のアイテムはお守り。これは波乗りのお守りっていうことで、オリンピックの前にファンからもらったお守りで、これはもう6年ぐらい5年ぐらい持ってて、どこ行っても自分のカバンの中に入ってて、守ってもらったら守ります。世界中に持っていくお守りはこの波乗りのお守り。もう毎日のように意外と見て、力をもらって、日本の神社の気持ちですごい家族の力もすごい感じるし、みんな応援してもらってるファンの力もすごい気持ちするし、やっぱり守ってもらう気持ちもすごい大切で、大会の前の時は本当に、ね、自分もちょっと落ち込んでる時とかも周りにすごいいいエネルギーがあれば、自分もすごいポジティブなメンタルでやっぱりお守りを見て、やっぱり家族と喋って
そういうのがすごいルーティンなのかなって感じで自信が出る。次のアイテムはお米です。もう一番食べる食べ物はやっぱりお米。朝ごはんはお米。できればランチも夜ご飯もいつもご飯お米を食べてる感じだから、本当に力が出る食べ物だから、一番食べたい食べ物はいつも日本食。日本食食べちゃうと世界の日本食はいまいちの感じなので、別にオーストラリア、アメリカ、ヨーロッパとか意外とまあまあ美味しいお米はあって、自分でご飯を炊いて、そのご飯の炊くマシンも一緒に持っていくルーティンもあるんですけど、インドネシアとか南アフリカとかあんまりそういうお米がないところはマイクロウェーブのご飯を持ってって、でその一緒のローカルの食べ物を一緒に混ぜて、南アフリカだとなんかステーキで一緒にやっぱりお米さえあればちょっとなんか日本の味がちょっと混ざる。一番好きな食べ物はカツカレーとか納豆ご飯とか、やっぱり好きもそうだけど、すごいなんかもうやっぱり日本にいる気持ちで、やっぱり家族で一緒にいるなんか安心の気持ちもあるので、次のアイテムはオーラリングです。オーラリングを使い始めてから毎日のやっぱりルーティンがすごい変わって、オーラリングの中にすごいいっぱい細かいセンサーがあるので、スマホとつながっててアプリで全部教えてくれるって感じで、いつも朝起きて一番最初にやることを携帯見て、今日はどういう感じに寝たのかなっていうことをちゃんとよく見て、全部インフォメーションもらって、例えば昨日の夜11時ぐらいに夜ご飯食べたことで時差ボケもあったから3時ぐらいに起きて、なんで起きたかっていうと、その自分の心臓がちょっと上がってて、でそれがなんか起こされたっていうことを教えてくれる。でじゃあ今日は8時前に食べなさいってなんか教えてくれて、で例えばトレーニングするサーフィンしてる時も、今日は昨日よりもちょっと体が調子よくなかったねって教えてもらって、自分のリカバリーにもそうだけど、自分のトレーニングにもすごい大切で、体を壊さないようにすごいそれがサポートしてもらってる感じ。次のアイテムはスニーカーです。自分もスニーカーヘッドなので、やっぱり洋服何着ててもシューズがかっこよければアウトフィットがよく見えるから、やっぱシューズはなるべくいつも新しいスニーカーとか、やっぱり周りの友達とか人が持ってないスニーカーをいつも使うようにしてるんですけど、今回はこのディオールの新しいスニーカーで、今回日本に持ってきたの5足ぐらい、家には80足ぐらいかな多分。でもやっぱり特に東京とかはすごいスニーカーがいつもいいやつがあって、日本に来るために4足ぐらい買ってるのかなって感じ。続いてのアイテムはフィルムカメラ。世界回っててすごい綺麗なところもいっぱいあって、いつか写真を見てこういうところも行ったなっていうメモリーをいっぱい作りたくて、やっぱりそんな写真撮んないけど、でも一応1個のサーフトリップにはだいたいもうワンロールぐらい36枚ぐらいいつも撮ってて、でこれはもうオーストラリアのロール、これはインドネシアのロール、これは日本のロールって感じでまた揃ってる感じなので、やっぱりいつも写真を撮ってもらってるイメージがあるから、たまにはなんか自分の目でどういうことを見えるか、必ずパースペクティブって感じで撮るのが好きなので、やっぱり周りにいる友達とか食べてる食べ物とか、その大会に泊まってるホテルとか本当にもうランダムだけど、海の写真は撮ったことないと思う。当たり前の写真は iPhone で撮って、でもこのフィルムカメラで撮るのは本当にこういうこともあったなとか、こういう経験もしたなっていうちょっと変わってるやつをフィルムで撮るって感じ。次のアイテムは家族の写真がやっぱり携帯にあることで、家族の力をいつももらってることで、一緒にいなくてもみんなと一緒で戦ってる気持ちでいつもやってるので、やっぱり世界回って本当に遠い時もいっぱいあるから、そういう時にちょっとした写真を見て近くにいつもいるっていう、やっぱりいい力をもらってます。僕の10エッセンシャルはどうでした？この10アイテムのおかげでいいパフォーマンスも世界のみんなに見せられることで、自分もすごい幸せになるアイテムがいっぱいあるので、五十嵐カノアでした。バイバイ、またね。